もしあなたがおぞましい環境で逃げ出せもせずに奴隷同然の扱いを受けたとしたら、遡ることおよそ10年前の2012年7月、韓国ソウル。その日視覚障害を持ち目がほとんど見えないキム・モさんはある男から住み込みの仕事を紹介されました。目が不自由なこともあってなかなか定職に就けずホームレス生活を余儀なくされていたため、キムさんは男からの誘いに乗ることにしたんです。仕事場として紹介されたのは韓国南西部の海に浮かぶ島々シナン郡。男はここにある塩田で海水から塩を作る仕事を手伝ってほしいというんです。早速荷物をまとめいそいそと塩田へ向かったキムさんは住み込み宿に通された瞬間眉を潜めます。カビ臭い部屋で食事をしている数人の作業員。その食事から異様な匂いが漂っていました。キムさんは皿の上の食べ物に顔を近づけます。作業員が食べていたのはなんとドッグフード。この日からキムさんの地獄のような毎日が始まったんです。韓国中を震撼させたシナン塩田の障害者奴隷労働事件。現代の韓国でなぜこのような事件が起こってしまったのか。そこには韓国社会に根深く存在する強烈な差別意識があったんです。おさす1週間前にパーマかけたのなんか髪チリチリになっちゃって大失敗。ケンちゃんです。ヤミカです。それ10回ぐらいでやってないわよ。やってるって何？私は普通に自己紹介してるだけですけど、私の挨拶をパターン化しないでよ。突っ込むと大きい声でさらにかぶせるツッコミをするっていうのも割とこうあるよね。本日皆様にご紹介するのは韓国シナン郡の塩田で起こった障害者の奴隷労働事件なんです。なんかその言葉面を聞くに障害者を奴隷のように働かせてたってこと？そうですね。にわかには信じられない話なんですけど、このたった今もまだね、秘密裏に行われているとも言われているんです。最近の話なのこれ？そうなんですよ。韓国社会の差別だったりね、偏見だったり闇を感じさせるような一件だったんです。まずはこの事件が公になった場面から見ていきたいと思います。被害者の暴露。遡ることおよそ8年前の2014年1月28日、韓国シナン郡の新イ島。午前11時、太陽は出ているものの気温は5度にも満たない非常に寒い日でした。広大な塩田で働く視覚障害者のキム・モさんは寒さと疲れで体の限界を感じていました。それもそのはず、仕事を開始してから休憩も取らずすでに8時間が経過していたんです。しかしまだ1日の仕事は終わりません。厳しい寒さのため塩田での作業は早めの切り上げを余儀なくされるんですが、そこから工事現場へ移動し夜11時まで働かなければならないんです。塩田で働く作業員は皆知能や体のどこかしらに障害を抱えている男性ばかりでした。痩せ細った体に薄汚れた作業服をまとい陰鬱とした雰囲気で働く作業員たち。しかしどんなに辛くても誰一人として声を上げる者はいませんでした。ちょっと待って、午前11時の時点で8時間労働でしょ。午前3時から働いてるじゃん。それで午後11時までって20時間労働よ。やばくない？これ誰も声上げないの？ありえないでしょこれ。ありえないんです。でもこのね、塩田厳しい監視下の対象だったんです。なので労働者の方々っていうのは声を上げることができなかったんです。しかしこの日はいつもと違うある出来事が起こりました。この日、工事現場で作業員たちが黙々と作業をしていると、塩田の岸からこんな声が聞こえてきました。皆さん、仕事を辞めてこっちに来てください。見ると、知らない男たちが数人、塩田に向かって手招きをしています。お互いに顔を見合わせ戸惑う作業員たち。そんな中、キムさんは一人、安堵の表情を浮かべて、その場に座り込みました。やっと来たんだ。実は2週間ほど前、キムさんはソウルに住む母親へ手紙を書き、人目を盗んでポストに投函していたんです。その手紙には、このような内容が記されていました。塩田で強制労働させられている。給料はない。仕事以外の時間はエアコンもない。カビだらけの納屋に閉じ込められ、まともな食事も食べさせてもらえない。どうかここから助け出してほしい。そう、先ほどから作業員たちを呼んでいたのは塩の購買業者に変装した警察官たちだったんです。こんなに働いてお給料もらえないなんて絶対許せないわよ、私だったら。だからまあありえないよね。ありえないよ。警察官の人がわざわざ塩の売買業者に変装してきてたじゃん。なんでそんなことする必要があるの？実はキムさんたちがね働いていたこの新イ島っていうのはめちゃくちゃ腐敗していて、警察官の方々が変装して潜入せざるを得ないある事情があったんです。キムは軽度の知的障害を持つチェと住み込み宿を抜け出した。山に入れば逃げ切れる。それまで全速力で走ろう。はい。捕まるわけにはいかない。もし捕まったら命の保証はない。もう山に入ります。その言葉に安心し走る速度を緩めたキム。すると2人の前に数人の男が現れた。何をしているんだ。地元民と警察官だ。キムの顔はみるみると青ざめていた。
住み込み宿に連れ戻されたキムとチェに薄ら笑いを浮かべて近づく塩田の事業主。外の空気はうまかったか？明日の朝までぐっすりと眠らせてやるよ。事業主は手に持っている鉄パイプを軽々と振り上げてキムとチェを交互に殴りつけた。この裏切り者め、土下座して謝れ。申し訳ございません。お許しください。どんなに謝っても容赦なく振り落とされる鉄パイプ。何度殴られただろうか。どこが痛いのかもわからない。キムは耳を澄ましてチェの呼吸を感じ取った。次逃げたら殺すぞ。そう言い放ち遠ざかる事業主の足音。キムは恐怖と安堵の入り混じる中、気を失った。地元民も警察もみんなグルだったの？そうなんです。この島全体が腐敗していて、ずっと監視されてたんですよ。ホラー映画ですよね。そんな中でキムさん、紙と鉛筆を手に入れることすら難易度が高かった。そしてさらにそれをポストに投函するのもまさに命がけだったんです。2014年2月、キムさんの手紙がきっかけでシナン塩田で起こっていた障害者に対する奴隷労働が初めて公になりました。塩田では職業紹介業者に騙されて連れてこられた身寄りのない障害者の方たちが63名も働かされていたんです。しかし捜査の結果、最終的に明らかになった奴隷労働の被害者はなんと100人以上。この事件はあまりにも規模が大きく人道に反した行いであったことから韓国中で注目を浴びることになりました。そして障害者の支援団体や弁護士が間に入り裁判へと発展したんです。裁判の結果、加害者である事業主が言い渡された判決は懲役3年6ヶ月、そして未払いと認められたほんのわずかな給料を被害者へ支払うことで決着がつきました。いくらなんでも刑が軽すぎんじゃないのこれは。しかもほんのお小遣いぐらいのお金ってさ、ちゃんとした給料ただでさえもらえてなかったのに全額もらえなかったってことなの？どういうこと？事業主の負担の責任があるにせよ払えなかったんでしょうね、多分能力的に。それにしても一生かけてでも払えよっていうね、そんぐらいひどい事件ですよね。判決の理由は事業主の次のような主張が通ったからでした。職業紹介業者と結んだ労働契約では障害者である作業員に与える給料は非常に低かった。そこから宿と食事代を差し引くと給料はほとんど残らない。さらにこの事件には大きな問題がもう一つありました。それは地元の警察官が塩田の労働状況を黙認していたこと。こうした状況から被害者のみならず国民のほとんどが警察官には重い処分が下されるだろうと思っていました。しかし地元の警察官全員に言い渡されたのは書面警告のみ。納得のいかない国民たちは口々に警察官を懲戒処分にすると政府機関に責任があると認めることになるからだと批判の声を上げました。ほんとふざけるのもいい加減にしてほしいわよ。政府は警察を罰したくなかったんですよ、保身なんです。自分の国の威信をかけた組織がグルだったというね、その感性ももう全てが許せない。最初にさ、まだ続いてるって言ってたじゃん。これ今どうなってる？この現代でこんなネットが発達してるこのご時世にまだまだ闇は続いてるんです。事件発覚後の塩田。奴隷労働事件が明らかになってからというもの、シナン軍は国民から非難の目を向けられるようになりました。天然塩として人気があった塩田の塩だったんですが、不買運動が行われるなどして事件の尾を引いたんです。このままではいけないと慌てたシナン軍の地元住民や公務員たち。彼らは一丸となって地域のイメージアップへの取り組みを強化していきました。景観を良くする取り組みや各島に博物館や美術館を建てる計画を進めるなど、韓国の新しい観光名所になることを目指していったんです。こういうことで力を合わせることはとてもいいことじゃない？まあそうですよね。なんかこういうとこに力使って、人間地道な努力を積み重ね、シナン軍のイメージは回復しました。ところがキムさんの事件から7年の月日が流れた2021年5月のある日、一人の男性が行った記者会見に韓国中が震撼しました。カメラの前に立ったのは軽度の知的障害を持つパク・ヨングンさん54歳。パクさんは大勢の記者からマイクを向けられ、このような暴露をしたんです。私は2014年7月から6年10ヶ月の間、シナン軍の塩田で強制労働をさせられていました。なんと再びシナン塩田の障害者奴隷労働事件が発覚したんです。それどころか7年前の事件発覚以降、さらに巧妙な手口で労働力の搾取が行われていたことが明らかとなりました。2014年の7月ってさ、そのキムさんの事件が発覚した直後じゃないのよ、これ。いや、そうなんですよ。その塩田とは別の塩田だからいいってわけじゃないんですけど、結局1個解決しても他の場所でも起きてるんですよ。そしてこの根底には韓国の障害者への高い差別意識があるんです。というわけで本日のメトラーキーワード、韓国の障害者差別について。
古来より韓国では家や血縁関係が重要視されています。そのため障害者の方がいる家庭でも極力他への協力は求めず家族だけで解決しようとする傾向があるんです。さらに韓国は南北の軍事対立と経済成長優先という社会のため福祉に資金が回っていない現状があります。それらの理由から障害者福祉の改善に関しては優先順位が低く、近年まで全くと言っていいほど進められていなかったんです。韓国では2007年に障害者差別を禁止する法律が制定されました。さらに同じ頃障害者福祉法が改定され、重度の障害者に対する介助サービスも始まっています。しかしその後徐々に社会が変わってきてはいるものの、根深い差別意識は未だになくなりません。障害者に対する差別は現在の韓国社会でも課題の一つとされている問題なんです。でもこれもう塩田だけの問題じゃなくてさ、もう社会全体の問題ってことよね。そしてあくまで韓国の中の一部の方々に当てはまるっていうだけで、皆さんではないんで、ここはね勘違いしないようにしていただきたいんですけど、ちょっと話を戻して、強制労働させられていたパクさんの話の続きを見ていきたいと思います。住み込み宿を抜け出し命からがら逃げてきたパクさんは実の姉に助けを求めたといいます。記者から塩田ではどのような生活だったのですかと質問されたパクさん、一瞬険しい表情を浮かべたパクさんは目を伏せこう答えました。あそこでの生活を一言で言うと地獄でした。いつまで寝てるんだ、早く起きろ。カビだらけの布団にくるまって寝ていたパクさんは背中を思い切り蹴飛ばされ、その衝撃と痛みで目を覚ましました。眠い目をこすりながら時計を見ると午前2時半。もうこんな時間か。慌てて起き上がったパクさんは天井からぶら下がった豆電球の下で得体の知らない塊が浮いたスープをかき込みます。部屋の隅に置かれたネズミ捕りに目をやると、いつかかったかわからないネズミの死骸が1匹。それを無視して作業着に着替え走って塩田へ向かいました。こうして毎日夜11時までの労働が始まるんです。同じ部屋で暮らす同僚は足の骨が曲がっていました。同僚は月に一度許可されている床屋に行く時にチャンスを見計らって逃亡しました。しかしすぐに監視役に連れ戻されスコップで殴られたんです。何度謝っても容赦なく振り下ろされる硬く重たいスコップ。同僚は骨折したにもかかわらず病院に行くことも許されませんでした。それを見ていたパクさんは震える拳を握りしめながらこう決意したんです。絶対にここから逃げ出してやる。そしてここで行われている全てを国民の面前で明らかにしてやるんだ。キムさんの時と何も変わってないじゃないのよ。もしかしてこれまたお給料払われてないんじゃないの？なんならその時よりやり方が卑劣極まりないっていうのがあるかもしれないですよ。どうしたのこれ？何よこれ？なんか世界が俯瞰して見える。何よ？あら？メトラーの諸君、久しぶりだね。急にお邪魔してすまない。そしてケンちゃんとヤミコさん、こんばんは。ヴァンパイアのケンだぞ。言うの？闇人形のヤミリですわ。ケンちゃんとヤミコさんが非常に興味深い話をしていたものだからずっと聞かせてもらっていたんだ。もしよかったらここからは私たちがお話を引き継いでもいいかな。またスペシャルゲスト来てるじゃないのよ今回も。ケンちゃんとヤミリちゃん。ケンちゃんだとねちょっとかぶっちゃうんですけど、ケンね、ごめんねケン。塩田で奴隷のような生活と労働を強いられてきたパクさん。彼は続けてこのような供述をしたんだぞ。被害者の預金通帳。記者会見で塩田での奴隷生活を暴露したパクさん。記者はパクさんにこんな質問を投げかけた。お給料は支払われていましたか？首を横に振るパクさん。そして手にしていた自分名義の通帳をカメラに向けて開いたんだ。入出金欄の内訳を見ると不可解な数字が並んでいる。そしてパクさんは通帳を持つ手を震わせてこう言ったんだ。僕たちはずっと騙されていたんです。どういうことですの？パクさんが働いていた塩田の事業主はこんなことをしていたんだ。今日は給料日だから銀行に行くぞ。事業主は給料日になると作業員を決まって銀行に連れて行く。それは作業員の口座に給料を預け入れるところを見せるため。目の前で給料を渡してるんだ。疑うやつなんているわけないさ。給料の預け入れが終わると事業主は作業員にこう命令した。用があるから車の中で待ってろ。そして一人になった事業主はたった今預け入れたばかりの給料を全額引き出した。こんなことされているとは知らずに毎日ご苦労さん。しかしある時パクからこんなことを聞かれた。私のお給料を引き出しましたか？塩田を出るときに現金保管証を使って全額渡すことになってるんだ。引き出しても記録が残ってるから安心しろ。パクの疑念は晴れなかったがそれ以上追求することはなかった。あれから何も言ってこないところを見ると納得したんだろう。ちょろいもんさ。なんとパクさんが働いていた塩田では事業主の手によって一度預け入れられた給料は全て引き出されていたんだ。このことを知ったパクさんのお姉さんは労働庁に出向き苦情を入れた。こ
何？ヤミリ君、気持ちはわかるけど少し落ち着いて。落ち着いてなんていられませんわ。ここからは労働庁ってところに任せてしっかり解決してもらうに限りますわ。私もそう思うわよ。ここまで来るともう一般市民の力だけじゃ解決できない問題よ、これ。パクさんのお姉さんが労働庁へ出向いた行為は決して間違いではなかった。しかし労働庁が下したのはこんな判断だったんだぞ。いうの理想と現実。パクさんのお姉さんから苦情を受けた労働庁は塩田の調査を行った。調査の結果は事業主に違反はない。なんと労働庁が調査といい聞き取りを行ったのは事業主側の主張のみ。パクさんには約40万円を受け取って合意するようにと圧力をかけていたんだ。これには障害者支援団体や弁護士からの抗議、それに世論からも批判的な声が殺到した。しかし事態が変わることはなく、2021年に発覚した奴隷労働事件はこのまま幕を下ろしたんだ。7年近く朝から晩まで働いてたったの40万円ですって。労働庁役立たずすぎますわ。それに加害者の味方をしているようにも見えますわよ。そう思われても仕方ない部分はあるよね。もちろん支援団体や弁護士、それに一般市民の方々の中にも被害者を守ろうとしている人たちはたくさんいるんだぞ。しかしながら被害者の方が不利になってしまう状況が続いてしまっているのもまた事実なんだ。2014年の事件も2021年の事件も関わった加害者は適切な罪には問われなかった。これは加害者の罪の重さが十分に認識されておらず、同じような事件を繰り返しかねない状況だと言えよう。それは昨今発生している障害者差別事件からも見て取れる。例えば2021年に韓国の女子高生が集団で同年代の障害者女性を暴行したという事件があった。さらに韓国最大のフリマアプリタングンマーケットでは障害者の身内を売りますという書き込みまでされたこともあるんだ。思ってたより闇が深いですわ。あくまでも一部の人々によるものなんだが、障害者差別が残っているのは間違いないだろうね。1度目の事件で塩田から救出された作業員は63人だった。その方たちが今どうしているのかというと、2人はホームレスになり、そしてなんと40人近くの方は塩田に戻っているという。それは障害者の方に家族がいなかったり、いたとしても頼れる中ではないことが理由だ。障害者の方にとって新しい職場を探すことは容易ではなく、慢性的に人手不足の塩田に戻るしか選択肢がなかったのかもしれない。またあの辛い労働を覚悟して障害者福祉の制度を整えることは非常に重要なことであり、これからも進めていかなくてはならない。しかしその前に我々一人一人ができることもあるのではないだろうか。例えば障害者の方たちへ向ける意識を変えてみたり、不当な扱いを受けている障害者の方がいたら手を差し伸べる勇気を持つなど、これは決して韓国だけに限った話ではなく、日本そして世界で暮らすみんなにも言えることなのではないかと私は思う。メトラーの諸君はどう思っただろうか。ぜひコメント欄で教えてくれたまえ。ヤミリ君、今回のアルゴメトリーはどうだったかな？これが現代のお話だと思うとゾッとしましたわ。実は私たちのチャンネルミッドナイトムーンでも過去の奴隷に関するお話を取り上げておりますの。しかも美しい奴隷の女性たちが大勢出てくるお話ですのよ。その通り、中世に栄えたオスマン帝国のハレムには皇帝に仕える女性の奴隷が数百人いたと言われているんだ。興味があるメトラーはぜひ覗いてみてほしい。ミッドナイトムーンで検索してくださいませ。